皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の10日ですね。曜日は木曜日ということで、今の時間は日本時間の夜の9時、55分ということで、ちょっと今日は大幅に遅れましたね。約1時間遅れました。申し訳ありません。今日の、放送はワイワイニュースライブ通算で2865回ということになります。いつものように一元放送でツイキャステレビの媒体を使って音声と映像も今のところ順調に配信されているということですね。ということで、今日木曜日最初のコラムは今日の最新のお知らせということで、昨日は語学研修のため水曜日お休みしましたんで、その前日火曜日ですねのメインテーマ、安倍晋三が、昨日っていうのは、10月の8日ですね、駐米日本大使に署名させた約550億ドル、約5兆9000億円相当の貿易が対象になる日米貿易協定の隠された正体とは何かというタイトルなんですけど、これの、YouTube 向けのですね表紙をいつものように作っていただきました。トランプと駐米、日本大使が握手しているということで、日米貿易協定、隠された正体ということなんですけど、これはあくまでも仮の調印なんですよね、署名したと。で、日米両国っていうのは、国会での承認業務っていうのがあるんですよね。で、国会で承認されて初めてこの調印が有効になるということなんで、ですから大手マスコミ、日本の大手マスコミはもうこれで決まったんだと、来年1月からこれが発行されるんだというふうになってますけど、全くの大嘘なんですね。あくまでもこれは仮の調印であって、まだまだ国会での承認業務っていうのが最終的に国会で承認されない限り、いくら両首脳がですね、代理人をそれぞれ立てて署名させても無効なんですよね。これが大事だと思うんですね。そして、昨日おとといのこの放送の現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが363名、YouTube が1392ということで、全部で1755と、現時点ではそういうことですね。そして明日、明後日ですけど、今週の土曜日、10月12日に午後の5時から7時に、例の根っこ勉強会第24回を開催して、ワイワイニュースライブでライブ中継しますというご案内なんですね。で、今回は今までは一つのテーマに関して、パネラー4人がですね、フリートークするということだったんですけど、今回は各パネラーごとにテーマを設定して、で最初の1時間4人ですから、1人15分ぐらいですね、それぞれのテーマに関してポイントを語ってもらうと。そして残りの1時間で4人がフリートークするという新しい形式を今回やろうということなんですね。それで各パネラーのテーマなんですけど、天野元康さんが消費税増税の意味とは一体何なのかということを語ります。そして大津恵子さんは、首相には衆議院の解散権はないんだということを、憲法上の規定等々で話すということなんですね。
から三角忠さんは権力による関西生コン弾圧の真相とは一体何なのかということなんね。そして私のテーマは安倍晋三自公ファシスト政権を打倒し市民革命政権を樹立せよという、日頃私が主張していることを、取り上げたいということなんですね。ただ問題はですね、ちょうど巨大な台風19号がちょうど土曜日の早朝から関東東京を直撃するということで、交通網が麻痺状態になるというふうに予想されますので、その場合は当然ながら集まれませんので中止ということで、中止の可能性が大だと思いますね。一応こういうテーマで、天候が許せばやりたいということです。そして今日の画像ですね。今日の画像はこの台風19号の進路予想ということで、これ巨大なんですよね。今日の日刊現代は死者東京を直撃した場合、高潮等々で、死者8000人の予想が出てるというショッキングな記事が出てるんですね。でこれが台風19号の進路なんですけど、まさに、東京関東を直撃するというもういつものパターンですよね。最近ね、台風が巨大化するっていうことと、から台風が日本の心臓部を縦断すると、九州から入って、右に曲がって、関西そして、関東を通過して抜けるというパターンと、それから今回みたいに、九州ではなくて、いわゆる紀伊半島のところから右に曲がって関東、東京、東北に行くということなんですね。で、12日の午前9時っていうのがこれまだ紀伊半島沖なんですけど、13日の朝の9時、1日かけて、これ東海、関東、東北を通過するという予想なんですね、これね。から2枚目の今日の記事は、ノーベル化学賞を受賞したリチウムイオン開発電池ですね、開発された吉野彰さん、旭化成、彼がですね、喜びのノーベル化学賞受賞の記者会見をしている最中にわざわざこのバカが電話してきたということで、要するにこの男は何でも自分の存在を誇示するために利用するという男なんですね。わざと電話をかけてきた安倍晋三首相ということなんですね。でこのリチウムイオン電池開発のこれ日経の記事ですね。スウェーデン王立科学アカデミーは9日、2019年のノーベル化学賞を旭化成の吉野彰名誉フェロー71歳から米テキサス大学のジョン・グッドナイト教授97歳、米ニューヨーク市立大学のマイケル・スタンリー・ウィンツイガム、卓越教授77に授与すると発表したと。スマートフォンや電気自動車 EV に搭載するリチウムイオン電池の開発で主導的な役割を果たしたと。世界の人々の生活を変え IT をはじめ産業の発展に貢献した業績が評価されたと。で日本のノーベル賞受賞は
2018年の京都大学の本所拓特別教授に続き27人目と、米国籍を含むと。科学賞の受賞は2010年の根岸 H 氏、鈴木明氏に続き8人となったと。企業所属の研究者では2002年の田中浩一氏以来となるということなんですね。これが日経新聞の記事ですね。ということです。今日の今まで、取り上げたところをアップしますね。先週火曜日、日米貿易協定。これは苦境に立たされているトランプが来年11月の大統領選挙で再選すると、再選させるための便宜を、日本国民の資産を差し出して、トランプの支持基盤であるアメリカの農家ですね、農産物、トウモロコシとか小麦とか米とか、それと牧場経営者、肉とかですね、豚とか鶏の飼育、牧場経営者に利益を与えると、救済すると。なぜならばトランプが仕掛けた中国への貿易戦争によって、アメリカの農産物の輸出が止まっちゃったんですよね。自業自得なんですよ。で、中国に輸出できない分を安倍がトウモロコシを650万トンかな、650億円相当を引き受けるとかですね。で、今回の貿易協定の中で、アメリカ産の農産物の関税を低くすると、牛肉を 9% まで引き下げるという情報をしたわけですよね。そして同時にデジタル家電に関する貿易協定も調印したと。で、当然ながらアメリカのデジタル家電業界を救済するために、日本のデジタル家電メーカー、デジタルメーカーを犠牲にしたというのが真相なんですよね。そのことを大手マスコミが一切書かないで、安倍が言ってるウィンウィンの関係だと、両国に双方利益をもたらすんだという大嘘をそのまま垂れ流しているというのがおとといのメインテーマでしたね。この後半部分か。それと本日までの現時点での視聴者数ですね。ツイキャスから YouTube 合わせて1755名ということですね。それと台風の影響があまり深刻でなければ根っこ勉強会第24回をやりますということで、今回は4人のパネラーがそれぞれ自分のテーマを語るというふうにマイナス29で、全般の1時間で1人15分ずつポイントを語ると。そして後半の1時間で4人がフリートークするという計画なんですね。
それでそれぞれのパネラーのテーマ2人ずつですね。天野さんは消費税増税の意味とは何かと、大津恵子さんは首相には衆議院解散権はないんだということですね。そして三角忠さんが権力による関西生混弾圧の真相とは何かと、そして私が安倍晋三自公ファシスト政権を打倒し、市民革命政権を樹立せよというテーマですね。ただし、土曜日に超大型台風が関東東京を直撃するということで、交通麻痺が全面的に起こってですね、集まらないという可能性が大きいんですね。でその時は当然ながら中止するということです。ということで、次にですね、今日の画像ですね、リチウムイオン電池開発に貢献したということで、旭化成の社員ですね、吉野さん、明さんが記者会見している途中に割り込んでわざわざ安倍晋三が電話してきたというあいつらしいパフォーマンスですね。この2つですね。そして、吉野さんの受賞の記事が日経新聞、これアップしましたね。日経新聞ですね。そして今日の映像ですけど、今日のメインテーマと関連するんですけど、この20歳のですね、若い20代の、これ神戸市の神戸市東須磨小学校と、そこの20代の教師が1年以上にわたって4人の先輩教師に、悪辣ないじめ行為を受けてたっていうんですね。でその一つとして彼が嫌いな激辛カレーをなんか試食会をするということで呼び出して、無理やり口の中に食わせたと、あるいは目の中に入れたということで目が腫れちゃったという、その凄惨な場面を彼らは映像として撮って YouTube に流してるんですよね。とんでもないやつですね。この YouTube 映像が今日の映像として取り上げたんですね。これは FNN フジテレビ系列でニュースの中で流れたんですね。今日の映像これですね。旭化成といえば吉野さん、壱岐武彦さんと、旭化成、四季さんは旭化成でしたっけ。彼はそうですね、住宅の方ですよね。旭化成の建材住宅部門ですよね。世代的には同じぐらいじゃないですかね。砂月さんよくご存知ですね。四季武彦さん、何でしたっけ。それで今日の、
注目情報ですか。次に今日の注目情報、これはなかなかいい記事なんですね。コラム、日本の輸出規制10日、安倍の誤判と判断を誤ったということで、半魚レですね、今日付の半魚レのあれですね。で、全般部分読みますね。安倍政権が韓国に輸出規制をして、11日で10日になると、安倍政権が7月初めに輸出規制措置を発表すると、韓国の保守マスコミはあたかも韓国経済が滅びるかのように報道したと。半導体工場が1ヶ月以内にラインストップし、韓国企業の被害が日本の100倍を超えると主張したと。安倍政権が輸出規制に続き、金融報復に乗り出せば第2の外国為替危機に陥るだろうと報じたと。だがこの 100日間そんなことが起きなかったと。いやむしろ正反対の現象が現れていると。安倍政権の輸出規制により韓国企業が直接的被害を受けたという報告はまだ一件もないと。もちろん依然として不確実性は大きいと。また安倍政権がどんな心づもりを隠しているのかもわからないと。緊張を緩めずに万全の備えを整えていかなければならないと。で、妨害の成果もあったと。韓国の政府と企業は材料部品装備産業の過度な対外依存度が将来しうるリスクを悟ったと。これまで推奨してきた政策の問題点を探し出し補完する契機になったと。大企業と中小企業の共生協力のムードも造成されていると。半導体材料は国産化の成功事例も聞こえてきていると。一方、安倍政権が貿易報復をするとして輸入規制ではなく輸出規制をした結果、日本企業らの不満が大きいと。日本の7月8月の対韓輸出が前年比で 8.1% 減少したと。韓国の日本輸出量減少が 3.5% の2倍を超えると。自重自爆であるわけだと。日本企業らは迂回輸出などで輸出規制を避けつつあると。主要顧客である韓国企業を逃すまいとする一種の自己救済策だと。安倍政権の輸出規制は韓国国民の怒りを触発し、日本製品不買運動に火をつけたと。日本の関連作業が直撃弾を受けていると。特に観光分野の被害が大きいと。日本の政府観光局の統計によれば、日本を訪れた韓国人観光客が7月には前年同月比 7.6%、8月には 48% 減少したと。8月の統計が出てきた先月19日、日本の主要新聞が一面トップで扱ったと。それほど衝撃的に受け入れたということだと。メイドインジャパンの象徴である日本産乗用車の9月の韓国販売は 60% 減少したと。輸入車市場の占有率が1年で 15.9% から 5.5% に縮んだと。日本産ビールの9月輸入額は$6000となり 99.9% 減少したと。事実上の輸入中断になったわけだと。なぜこのような状況になったのか。安倍政権がいろいろ誤判をしたためだと。安倍政権が輸出規制を発表したとき、長時間かけた緻密な準備の末に出てきたという観測があったと。今になってよく見れば過大評価だったようだと。安倍政権は日本国内の反韓感情を背に貿易を武器として国内政治と外交問題を解こうとしたと。強引な手であったと。半導体材料の輸出を中断すれば韓国がすぐに手を挙げるだろうと判断したようだと。誤って情報を入力されたようだと。初めからうまくいくわけがなかったと。第一に輸入規制ではなく輸出規制で貿易報復をしたケースはほとんどないと。米中貿易紛争の核心も関税と為替レートを通した輸入規制だと。それでも安倍政権はあろうことか輸出規制を強行したと。
輸出規制は相手国のみならずグローバル供給網まで動揺させると。韓国の半導体生産が支障をきたせば世界の電子産業が大混乱に陥ると。米国と欧州の主要メディアが生産のない貿易戦争を中断せよと安倍政権に警告した理由だと。第2に安倍政権が韓国をあまりに見くびった。日本の経済力は韓国を上回ることは事実だが、韓国経済もこの間に急速に成長した。もはや日本に簡単にしてやられる相手ではないと。とはいえ日韓韓国がこのままいくことは望ましくないと。韓国と日本はこれまでの地理的に最も近いという利点を活用した分業と協業でウィンウィンを実現してきたと。両国関係の悪化は双方にとって損失だと。日本の良心的市民社会のみならず保守政治家の間からも韓国とともに進まなければならないという声が出てきていると。2つの変極点が近づいていると。10月22日の特秘天皇即位式と11月22日の日韓軍事情報保護協定 GSOMIA 終了日だと。韓国政府がテコとして活用する機会だと。原則は守る者の外交的交渉力を高める時だと。アン・ジェソン論説委員という、これはハンギョレの非常に、冷静な分析ですよね。ということで今日の注目情報ですね。ハンギョレ新聞はなかなかいい記事を書く、論評する記者がたくさんいてレベルが高いですよね。日本の朝日新聞とかとうとう太刀打ちできないんじゃないですか。これが今日の注目情報です。K さん、安倍晋三政権は韓国に対して高圧的な態度をとってますが、現実にウィンウィンの関係になるとは見ない。一度相手を完全に手放してしまったら二度と戻ってこないというのが貿易上の原則ではないでしょうかと。他に販路を求めますからと。そうでしょうね。一度失ったマーケットを回復するには、それをマーケットに成功した期間の何十倍の期間がいるんですよね。バカなんですよね、安倍は。短絡的なんですね。だからブーメランが自分のところに飛んできたと、飛んで帰ってきたということでしょうね。で次は今日の推薦本、ジム・ロジャーズさんの日本への警告第32回朗読ですね。第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だ。今日読むところは活気にあふれた北朝鮮というところですね。ここ読みますね。活気にあふれた北朝鮮と。共産主義が北朝鮮をダメにしてしまったが、もともと北朝鮮は資源が豊富で韓国よりも裕福な国だったと。1970年代から徐々に韓国との差が開き、今では経済力において北朝鮮は遅れをとっているが、経済を開放すれば豊富に残る地下資源を生かして再び豊かな国になれると。北朝鮮の人々は子どもの教育に熱心で一生懸命働き貯金もすると。国民性の面から言っても中国と同様に成功する条件を備えている。北朝鮮に行った際に目にした彼らの働きぶりは目を見張るものがあったと。シンガポールや中国に送り込まれ、
資本主義や株式市場などを学んでいる北朝鮮の人々もいずれ祖国の経済成長の原動力になるだろうと。そういえば私が金正恩の招請により北朝鮮を訪問するといったニュースが韓国の新聞の一面に掲載されたことがあったと。2019年2月のことだ。しかしこれは全くのフェイクニュースであると。私自身この報道を知った時は大変驚いたものだと。報道について初めて聞いたのはウォール・ストリート・ジャーナルのカリフォルニア支局から電話で問い合わせが来た時だと。私はそれは面白いが一体どういうことなんだと聞き返した。それからは一日中ひっきりなしに電話がかかってきたのだと。韓国大使まで私のところにやってきてどういうことなのか説明せよと正されてしまったと。こちらが聞きたいくらいだったのだがいやはや本当に困ってしまったと。私は過去に2度北朝鮮を訪れたことがあるが政府からの招請などを受けたことがないと。今はアメリカ人が北朝鮮を訪問することは不可能だが以前は可能だったためあくまでも自分の意思で判断したものだったと。私が2度目に北朝鮮を訪れた目的は自分の目で何が起きているのかを見るためだったと。日本やアメリカ、韓国の政府やマスコミによると北朝鮮には木の実木のままの飢えた人が悲惨な、生活を送っているということだったからその真偽を確かめたかったんだと。実際に現地を訪れた私が目にしたのは北朝鮮の人々の意外なほど活気にあふれた暮らしぶりだったと。街には何百もの商店が立ち並び世界中のアルコールや最先端の電子機器が売られていると。あらゆる種類の食べ物があり飢えている人など全く見当たらないと。ナイトライフも充実していて報道で見られるものとは違った北朝鮮の姿を見ることができたと。またロシアとの国境に近い場所にある不登校のラジンを見ることも北朝鮮滞在の大きな目的だったと。共産主義者たちが数十年間この港を台無しにしてきたわけだが私はアジア北部に位置する不登校としてこの場所に大きな可能性を感じている。そこで金正恩の登場を受けて現地に生じている変化を知るため、ラジンを訪れたのだ。この港にはロシアと中国が不当を持っているという情報を知ったことも滞在の理由に挙げられると。北朝鮮の滞在中私はシーツを生産する衣料品工場を所有する女性と会ったと。話を聞くと5年前は5つの工場のオーナーだったところ今は工場の数を15まで増やしたという。彼女は非常にエネルギッシュで私は彼女と一緒に仕事をしたいと思ったくらいだと。彼女に取引先はどこかと聞くと韓国と答えたと。北朝鮮は経済制裁により韓国との取引は禁じられているはずだが疑問に思い彼女に聞き返したのだがやはり韓国と取引をしているというと。さらに詳しく話を聞いてその理由が分かったと。彼女が韓国と取引するときには間に中国が入っていたのだと。中国からの注文を彼女が受け商品を中国に送るとその商品がメイドインチャイナとして韓国に売られるのだというと。表向きは韓国と中国の取引なのだが実態は北朝鮮との売買ということだと。こうした取引によりもちろん中国に一部マージンが抜かれているが北朝鮮の彼女も代金を得ることができるため工場を増やすことができたというわけだと。こうした取引は衣料品に限ったものではないと。北朝鮮では漁業が盛んなため私は水産加工工場にも行ってみたところここでも韓国と取引をしているとの話を聞いた。やはり中国を間に挟むことによって中国産の水産物として取引をしているという。彼らの話を聞いたとき私は自分が考えていたこと説いていたことが何もかも裏付けられたという思いを抱いた。つまり北朝鮮はもはや以前の北朝鮮とは違うのだと。国が変化を遂げているときには頭の良い人たちが出てくる。これも歴史から学んだことだと。一見奇妙なアイデアを持ち
しかも洞察力と情熱にあふれた人々はその国に前向きな変化をもたらす兆候だと。私が北朝鮮で出会った人たちはまさにそうした人たちだったと。ソ連が崩壊した時、頭の良い大勢の人たちがチャンスをつかみ取り、人財産を築いたことを知っているだろうか。北朝鮮でも近い将来同じことが起きるだろうと。共産主義の国がこれほど進歩的な変化を遂げている最大の要因は言うまでもなく、金正恩の存在にあると。若い国家のリーダーがもたらす新しい風に、昔からの勤勉な国民性が相まって北朝鮮は非常に刺激的な国になっていくだろうと。これがジェイム・ロジャースさんの北朝鮮を実際に訪れて、見た感想ですね。ただ彼が一言も言ってないのは、北朝鮮でのいわゆる国民を弾圧してる、いわゆる裏の面ですよね。彼は表の面を見てるだけで、裏の面はほとんど見てないと、あるいは関心がないのかもしれないですけどね。そこですよね、問題はね。ということです。ただ表だけでも彼の実際に彼が行ってみた表の北朝鮮の姿というのが分かりますよね、これでね。ということで今日の推奨本の朗読でした。現在時間が37分。結構あれですね、まだ早い、時間あんまり経ってないですね。視聴されている方が51名様、全部で105名様、コメント23件ということですね。それで今日のメインテーマですね。なぜ、先輩教師4人から悪質ないじめを1年以上受けていた神戸市東須磨小学校の20代の男性教師は体を張ってなぜ抵抗しなかったのかと。ナンバー1ですね。ということなんね。で、この20代の男性教師が先輩教師に激辛カレーを無理やり食べさせられたり、目に入れられて目が膨らんだ YouTube 映像を見ると、この教師はやめてくださいと逃げ回るだけで、相手に反撃した場面はどこにもないと。もし私が彼の立場であったならば、明らかに同行して私の尊厳が破壊され、私の自由が奪われ、私の基本的人権が侵されたら、たとえ相手が4人だろうが5人だろうが、私は全存在をかけて抵抗し、反撃し、相手全員を粉砕して二度と立ち上がることができないほどの打撃を与えていただろうと。で、たとえ多勢に無勢で私が相手に殺されたとしても、相手のうちの1人や2人は必ず道連れしてやるという覚悟を私は常に持ってんだと。これがまともな人間の対応なんだと。それじゃあなぜこの20代の男性教師はまともな人間の対応が取れないできたのかとですね。なぜならばと。日本には人間の尊厳は最高の価値であり、これが侵されたら見落としてでも反撃して守るというまともな人間の価値観が存在してないということなんですね。で、日本国の最高法規である日本国憲法の第1条には、人間の尊厳の尊重規定ではなくて、象徴天皇の尊重規定が書かれているんだと。で、日本国の政治では、1603年の江戸幕府成立から1868年の明治維新までの265年間、1868年の明治維新から1945年の敗戦までの77年間、そして1945年の敗戦から2019年の現在までの74年間、日本国民の一人一人の人間の尊厳が尊重され、保護された政治は一度も行われたことがないと
これなんですよね。だから1603年の江戸幕府成立から現在まで2019年、これ全部で何年なんですかね。2019-1603、416年。416年間、日本国民は人間の尊厳、一人一人の人間の尊厳が尊重され保護された政治を一度も受けたことがないという国に住んでるんですね。これが最大の理由なんですよ。で、日本国の政治では、今政治言いましたよね。日本国の教育ではだ、教師は生徒に人間の尊厳こそが最高の価値であり、これを尊重し守ることこそが一番大事なんだということは教えることは一切ないんですね。そして日本国の家庭では、人間の尊厳の価値を知らない両親は子供に人間の尊厳について語ることはできないと。これなんですね。だから人間の尊厳は最高の価値であり、これを見落としてでもこれが侵されたということであれば、見落としてでもそれを守り抜くというまともな人間の価値観が日本には400江戸幕府成立以降410何年間一度もそういう政治が行われたことがないと。だから基本的な価値観がないんですよね。だからこのようなことがあっても結局抵抗しないで、嵐が過ぎ去るのを待つということで、全然根本的な解決にならないと、こういうことが日本全国同じような現象が至る所にあるということでしょうね。ということで今日のメインテーマ、推奨本、今日読んだ推奨本のところ、これですね。そして今日のメインテーマですね。なぜこの若い教師は身を張って体を張って抵抗しないのかと、ただただごめんなさいごめんなさいと逃げ回っているという情けない姿なんですね。だから私は彼には一切同情しないですね。戦えよと、やられたらやり返すよとですね。この20歳の男性若い教師が20歳じゃない20代だ、激辛カレーを無理やり食べさせられると、あるいは目の中に入れられて目が腫れちゃうという悲惨な、いわゆるリンチ拷問ですよね。その映像を見ても彼がここまでやられても何の抵抗もしてないというのは驚くべきことなんですね。何なんだと。少なくとも抵抗しろよと、相手をぶっ飛ばせよというふうに普通は思うんですけどね。でもしも私が彼の立場であったならば、明らかに同行して私の自由が奪われ、私の尊厳が破壊され、私の自由が奪われ、私の基本的人権が侵されたらと。侵されたら、たとえ相手が4人だろうが5人だろうが、私は自分の存在、全存在をかけて戦うと。抵抗し、反撃し、相手全員を粉砕すると。
そして二度と立ち上がれないほどの打撃を与えると。これがまともな人間の態度だと思うんですけどね。たとえ多勢に無勢で私が相手に殺されたとしても、相手のうちの一人や二人は道連れにしてやるという覚悟を私は常に持っているということなんですね。だから人数が多いから無理だよと、諦めるということは一切ないということですね。でこれがまともな人間の対応なんだと。いや、なんでこの20歳の20代の男性教師はまともな人間の対応をしなかったのかと、できなかったのかと、なぜできなかったのかということですよね。なぜならば日本には人間の尊厳は最高の価値であり、これが侵されたら見落としてでも反撃して守るというまともな人間の価値観がもともと存在してないということなんですね。概念もないんですよね。人間の尊厳という概念自体もないと。で、日本国の最高法規である日本国憲法の第1条には、人間の尊厳の尊重規定ではなくて象徴天皇の尊重規定が書かれていると。本来だったら第1条に人間の尊厳は最高価値であり、その尊厳を守ることが国家権力の義務であるっていう、これボン基本法ですね。ドイツの憲法にはそう書いてあるんですよ。第1条。日本は一切書いてなくて、天皇条項が第1条から8条まで入っちゃったんですね。で、日本国の政治では1603年の江戸幕府成立から1868年の明治維新までの265年間、1868年の明治維新から1945年の敗戦までの77年間、そして1945年の敗戦から今年2019年の現在までの74年間、日本国民の一人一人の人間の尊厳が尊重され保護された政治は一度も行われてこなかったということなんですね。ここがポイントなんですよ。だから日本国の教育では教師は生徒に人間の尊厳こそが最高の価値であり、これを尊重し保護することこそが一番大事であるってことは教えないんですね。戦前の教育っていうのは天皇のために命を捧げろと、石旨なんですね、天皇の石旨。そして戦後の教育では象徴天皇が最高の価値があるという教育なんですよね、第一条に書いている。そして日本の家庭では人間の尊厳の、価値を知らない両親が子供に教えようがないんですよね。自分で知らないんだから。だから子供も人間の尊厳を守ると最高の価値であり、それはまず自分自身が守るという価値観が一切ないから、このように、桁外れの暴力を振るって、
拷問的ないたずらをする者が登場するとどうしていいか分かんないと、抵抗もしないと、それで謝れば嵐が過ぎんじゃないかと言ってるんですけども、1年以上も同じようなことが繰り返され、ますますエスカレートして、結局本人は精神的なバランスを崩して、学校に来なかったって当然ですよね。というのが今日のメインテーマですね。だからこれはもう典型的に日本の現在の、要するにこれほどの国家的犯罪を繰り返し行って7年間行ってきた安倍自公ファシスト政権に対して、本格的に体を張って、打倒すると、そして、新たな革命政権を樹立するというふうに、まともな態度を取る政治家がほとんど山本太郎以外いないという悲しい現実があるわけですよね。だから日本の社会は至る所に小さな天皇が存在して、その天皇があらゆる悪行を繰り返しても結局誰も正面から批判しないと、そして守る、そして、彼らの悪行を隠蔽するということが繰り返されるということで、至る所に小天皇が君臨している国なんですよ。ということですね。だから例の関西電力からに金をばらまいてたリベート、森山っていうんですか、彼も小天皇だったわけでしょ。ようやく金沢国税局が彼が顧問している吉田開発という地元のゼネコンですよね、原発建設のゼネコンに、国税局の査察が入って森山が莫大ないわゆる報酬を受けてたと。そして、その報酬の中から関西電力の20名の重役会長社長以下20名の幹部に金品を渡してたということがバレたんですね。それでようやく、スキャンダルの全貌が暴き出され始めたということなんで、同じようなことが日本全国数千数万数十万の規模で行われたんでしょうね。ということです。今日のトピックス、暴風台風東京直撃、死者8000人予測の根拠と危険エリアと日刊現代ですね。8000人でびっくりしましたけどね。これはちょうどあれですよ、高潮が12日、東京湾は高潮なんですね。そこに、超毒級の台風19号が暴風をもたらすと一体どうなるかというと、海抜0メーターの江東とか江戸川とかですね、いわゆる下町が浸水するということで、この8000人の死者が出るっていうのは、公共社団法人土木学会っていうのが去年の6月に発表した報告書なんですね。で、1934年の室戸台風